出雲、伊勢、大隅、海上自衛隊ビッグ3の比較と任務。海上自衛隊には様々な艦船があり、そのサイズや任務を多種多様にわたる。数ある艦船の中で護衛艦出雲は現在、海上自衛隊の艦艇では最大のサイズとなる。補給艦を除けば伊勢、大隅がその次に大きなサイズになる。出雲と同じく伊勢、大隅も空母のようなフラットの全通看板であるが、サイズ以外に空母化ができない理由があるのだ。今回は海上自衛隊のビッグ3のサイズや装備の比較、また災害派遣での活躍、また出雲以外が空母化できない理由について解説していこう。出雲、伊勢、大隅のサイズ比較。出雲型護衛艦であるが、全長は248メートル、満載排水量2万6000トンを誇る海上自衛隊最大の護衛艦で、搭載可能ヘリコプター14機であり、2番艦の加賀も同様である。一方、伊勢は全長196メートルで排水量も1万9000トンで出雲よりも小さめではあるものの、ヘリコプターは11機を搭載できる能力がある。伊勢はサイズでは劣るものの、出雲には装備されていない VLS 垂直発射装置があり、対空ミサイルを発射して敵ミサイルを迎撃することができる。そして3タイプの中では最も古い輸送艦大隅型であるが、収益時においては従来の護衛艦にない空母のような外観から当時は空母と騒がれた。大隅のサイズは全長178メートル、満水排水量は1万4000トンである。艦内に LCAC と呼ばれるホバークラフトを2機搭載しており、護衛艦の中でも珍しいタイプである。艦尾のハッチを開いて LCAC を発進し、車両や人員を陸上に輸送することができる。それぞれ任務も異なるが、災害時においては人員や物資を運んだり、被災者を捜索するための航空機やボートを用いて救助に当たることができる。現時点では対戦ヘリコプターを最も多く搭載できる護衛艦が出雲で、2025年の空母化に向けて現在改修中である。空母化した後はステルス戦闘機 F35B を10機ほど搭載できるようになる。出雲、伊勢、大隅の任務とは。出雲、伊勢は DDH と呼ばれるヘリコプター護衛艦である。SH-60K と呼ばれるヘリコプターは機動力を生かして艦艇のレーダーで探知できないような目標を上空から捜索したり、ホバリング状態で水中にセンサーを下ろし敵潜水艦を捜索することが主な任務である。そのため多くのヘリコプターを搭載できる出雲や伊勢は他の護衛艦よりも広いエリアを捜索することができるのだ。また災害時においてはヘリの能力を生かして人員を救助したり物資を届けたりすることもできる。一方、輸送艦大隅は海上輸送能力の向上が図られ、従来の三浦型輸送艦の約3倍の物資を搭載でき、短時間で大量の輸送が可能となった。陸上自衛隊の90式戦車10両と完全装備の普通科3個中隊330名を運ぶことが可能だ。通常はヘリコプターを搭載していないが、出雲や伊勢と同様に広い甲板に大型ヘリコプターを帰還させることができる。ホバークラフトの LCAC は車両など60から75トンの搭載が可能で水陸両用であるため、海上から浜辺に乗り上げそのまま上陸することができる。医療設備も充実しており、国際救援活動や被災者の収容、宿泊、給食支援などいろいろな任務をこなすことができる。3タイプとも現状においては空母のような存在ではなく、むしろ海上輸送の側面が強いと言える。兵装も通常の護衛艦のように対艦ミサイルや大砲はなく、ミサイル攻撃から身を守るための近接防御用の武器がメインとなる。そのため有事の際は敵の標的になりやすいことから、単独で運用することはなく、イージス艦などの部隊防空能力の高い艦艇と行動を共にする。出雲、伊勢、大隅の実際の活躍。実際の活動内容であるが、災害時において物資を搭載し、各エリアや各国への災害救助活動に当たったことがある。大隅は平成11年に発生したトルコ大地震では、仮設住宅、テント、毛布などをイスタンブールに輸送し支援に当たった。平成14年には東ティモールへ PKO 部隊を輸送。平成16年にはイラク復興支援法に基づき、陸上自衛隊がイラクで使用する軽装甲機動車や給水車など車両70台を護衛艦村雨による護衛の下で輸送している。平成23年の東日本大震災では三陸沖に展開し、被災者の入浴施設や医療支援を行い、現地の港湾が機能しない中、搭載する2隻の LCAC が物資の陸揚げも行った。伊勢は2013年11月8日、フィリピンを襲った台風30号による被害の救援のため、フィリピン国際緊急援助隊が編成され、輸送艦大隅、補給艦十和田と共に派遣され、11月22日にレイテ湾に到着し、救援物資輸送や医療、貿易活動を実施した。出雲においては2016年に開催される伊勢志摩サミットの境外監視のため護衛艦いかづち他6隻とともに愛知県名古屋市に入港した。
2017年には自衛隊の艦船が平時に米軍艦船を守る米艦防護を初めて実施し、太平洋艦隊のルイス&クラークと合流し、警戒監視を行いながら航行した。伊勢、大隅が空母化できない理由。出雲は2025年の空母化に向けて現在改修中であるが、形が似ている伊勢はなぜ空母化しないのだろうか。それは航空機を運搬するエレベーターが影響している。出雲は甲板の中央と外側にエレベーターがあり、サイズも大きいため F35B を運搬することができるが、伊勢は全部エレベーターの大きさが 20m×10m であり、F35B を収めることができず、後部エレベーターだけでは運用効率が大きく落ちるためだ。仮にエレベーターを拡張した場合、看板の強度が落ちるため、船体強度に影響が出るのだ。また、大隅であるが根本的な問題がある。それは艦内に L キャック2機を格納するために広いウェルドックを設けている。そのため、航空機を艦内に格納するスペースは全くと言っていいほどないのだ。また、海上自衛隊の護衛艦の最大速力はほとんどが30ノット強であるが、大隅は輸送艦のため速力が約22ノットしか出ない。つまり部隊で動く場合、他の護衛艦と同じ作戦行動をする場合、足かせとなる可能性があるのだ。以上のことから空母化が最も適しているのは、現段階では出雲と2番艦の加賀のみとなる。出雲、伊勢、大隅、まとめ。出雲、伊勢については護衛艦ではあるものの、専守防衛上の観点から先制攻撃をすることができないため、現状においては本来の任務ではなく、輸送艦のような活躍の方が目立っている。大隅は強襲揚陸艦と称されることもあるが、空と海から機上陸を目指す機能はなく、主に災害活動や国際貢献での活動が目立つ。3タイプとも甲板がフラットな全通甲板ではあるものの、現時点で空母化できるのは出雲型だけである。海上自衛隊が大隅を全通甲板にした理由は、多くの車両や航空機を搭載する理由以外に、国民の目を空母に似た艦艇に慣らして、いずれ空母を保有する時のためのステップだったのかもしれない。いずれにせよ数年後には出雲、加賀の2隻が空母化され、航空自衛隊の F35B を搭載することは決定している。今後、出雲型を超えるサイズの艦艇が建造されるかは未定であるが、FFM のように新しいタイプの護衛艦も建造されていくことだろう。